Next stop, Danville, Virginia. Danville next, Danville. Virginia. Oh man, what are we gonna do? Капитание, ну там, да, нужно капитание. Боже, ведь на большой сеть, то не нужно Sometimes proud for this kapitanie. Albo już kończy All right. The train is done. Yeah, we want probably
Not right now. No, I need to go on YouTube. Why wouldn't Think about now. Can you please give it back to me? Why are you not giving it back to me? I have. Well, we went to the Abraham Lincoln Museum. I don't remember. Remember when you forgot that Yeah, no. All right, everybody, our next station stop coming up here in just about 5 minutes will be Washington, D.C. It's going to roll through the tunnel here. Washington, next stop. This train is just about back on schedule now. Should have a 2:15 departure from Washington. 2:15 departure from Washington. You may step off the train in Washington, stretch your legs, cigarette break, whatever you need to do there. Train departs at 2:15. 2:15. Well, the train has no power, which is in Washington. When they switch the engines, do not use the restrooms. Restrooms will not work. Well, the train is stopped in Washington and no power. Cafe car will open after Washington with an announcement.
I'd like to thank you for traveling with us. They'll be stepping off here. Your own sports service crew will be with you all the way to New York. Have a great day, Washington, D.C. Next station stop.手に着きました。ワシントン DC。先ほど窓の外から国会議事堂っていうのかな、が見えまして、すごいちょっと感動しました。結構僕アムトラックに乗ってほとんどアメリカ横断したような形になってきましたけど、ちょっと奇跡だなと思いまして、何がっていうと初めてですよ、帝国通りに着きました。1時間半遅れてアトランタから出たのに、1時45分発が今1時40分なんで、帝国通りどころか5分早く着きましたね。いやー、今までもうエルパソ出るときなんか8時間半遅れたりして最悪だったんですけど、いやすごいですね、ちゃんと帝国通り着きました。やっぱなんか首都だからなんですかね、こういうのがしっかりしてるんでしょうか。ちょっと驚いたところです。14時間半の旅だったんですけど、だから13時間ぐらいしか乗ってなかったのかな。これ1000キロ、北東の方に登ってきた形です。ジョージア州のアトランタからサウスカロライナ州、ノースカロライナ州、それとあとはバージニア州を越えて、ワシントン DC ディストリクトコロンビアですね、特別行政区までやってきました。いや結構ぐっすり寝れたんでちょうど良かった、気持ちよかったんですけど、1時42分微妙な時間に着いてしまったんで、これからどうしようかなって感じです。飛行機みたいな、初めてですよ、本当。電車なのに飛行機みたいな感じで荷物を取りました。ああ、ユニクロがある。ユニクロがありますね。あんま変わんないけど、ちょっとだけ、まあドル換算するとやっぱ高いですね、日本より。まあ当たり前なんですけど、ああ、結構やっぱりすごいな。うわーすごい。立派な駅舎。すごいですね。いやすごいですよ。立派な駅舎だな。立派で
ルはこっちの方角みたいですね。すぐそこに撮ったんですけど、多分これもユニオン駅っていうんですけど、しかしなんかユニオン駅って多いですね。向こうからすると Thank you, thank you 中央駅みたいな感じなんですかね。どこだろう、僕のホテルは。おお、はい、陸道ですね。いやー、ほんと人に来たんだな。ホテルはあそこの道路を少し渡ったすぐのところにしました。やっぱり電車で旅していると駅に近いところが一番いいですね。あ、でも綺麗だな。うわ、駅立派ですよ。すごい立派な駅だし、立派な通りで建物なのに、家のない人たちがいるっていうか、なんかもはや居住してるみたいになっちゃってるのが、なんかすごいアメリカらしいですね。日本だとさすがに東京駅から皇居の周りにこういう光景は見られないですもんね。たまに渋谷で炊き出しを行ってますけど。これらは何の旗かと思ったら周期なんですね。国旗かなと思ったんですけど、そんなわけないなと思って。周期ですね、いわゆる。やっぱ連邦国って感じですね。日本の国会議事堂も確かなんか各都道府県の石とかが使われてるとか、なんかそんな話を聞いたことありますけど、アメリカもなんかそういうとこあるのかもしれないですね。いやしかしいい天気。シャワーも浴びてないんですごい辛い気候ですけど、でもすごい気持ちがいいですね、これは。このアングルから見るとやっぱ本当綺麗ですね、この駅は。立派ですね。ホテルはこれですね。ちょっとこじんまりとした綺麗なホテル。でも立地抜群ですね。もうユニオン駅がすぐ見えるところです。フェニックスパークホテル、ここに取りました。3万数千円したんですけど、こういう人だし仕方ないですね。やっぱりなんか整然としてて綺麗ですね。今までの南部の街とは全然違う趣です。けどあんまり人はいないな。いるんですけどね。
パークフェニックスホテルに着きました。なんかこじんまりとしたホテルで、ビジネスホテルって感じですね、完全に。でもベッドはキングなのはやっぱりちょっとアメリカっぽいですね。なんかシャワーがすごい今までのところで良さそうな感じ。よいしょ。リンカーンの絵とか人狼の絵っていうか写真が飾られてるのはちょっと DC っぽいですね。こっち側からあの建物の向こう側ぐらいに先ほどのユニオンステーションが見えるというかあるような感じです。3万円ぐらいですかね。まあいいんじゃないでしょうか。いやー、ワシントン DC もテキサスとか比べて遜色ないぐらい暑いです。今ワシントン DC28 度ありまして、テキサスよりは言い過ぎましたね。とりあえず電車降りてシャワー浴びてスミソニアにずっと来たかったので来てみました。スミソニアンアメリカンアートミュージアムということで、スミソニアン美術館ですね。なんかスミソニアンってスミソニアン協会っていうところがやっているというか管理まとめているいくつもの、ミュージアムがありまして、それを総称してスミソニアンって言ってるそうです。なのでこの他にもいっぱいあるんですけれども、ちょっとそれはもう時間がないので明日見に行くことにして、一番最初まずこれを見に行きたいなと思います。面白いです。ウォーターゲート事件の風刺とか写真とかを展示しているエリアがありまして、なんか自分の支部だと思うんですけど、そういうのもちゃんと展示するのが面白いところですね。いや、それにしてもこれなんかめちゃくちゃ広そうなんですけど、イギリスとか行ってもそうですけど、こういうのがフリーで入れる、無料ですっていうのが毎回思うんですけど、本当にすごいですよね。なんか文化の許容度の違いっていうか、日本も入場料はそんな高くなかったりするんでマシなのかもしれないですけど、やっぱフリーではないですもんね。やっぱそこら辺ちょっと違うなと思います。国立であっても。中庭なんですけど、美術館なのにライブ会場みたいになろうとしてます。なんかやっぱ発想が違うんだなって感じですね。なんか一面ジョージ・ワシントンのスペースがありますね。立派な絵画です。これはリンカーンですね。やっぱりなんかウォーターゲートの展示もそうですけど、政治家の展示が多いんですかね。なんかすごい建国の父たちみたいな人たちの肖像がずっと並んでます。オバマ大統領ですね。これいいですね。もうなんかすごいポップなアートで、選挙にそのまま使ってもいいんじゃないかぐらいかっこいいですね。結構印象的なのがインディアンの絵が多いんですよね。やっぱアメリカの歴史の一部だよってことをちゃんと示したいんでしょう。全体的に近現代のが多いですね。
いやこれなんか鶴とかあるから何なんだろうと思ったら満州の難民の話だそうです。こういう展示もされてるんですね。清朝の話とかですね。そんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないんですけど、結構こうアジアの展示もそこそこされてる感じですね。敷地自体はそんなにすごくないんですけど、やっぱり収蔵してるものがいっぱいあるから、これ全部見ようとしたらちょっと時間かかりすぎちゃいますね。でも本当近現代のものを中心になんか面白いものばっかりですね。でもあんまりなんかやっぱヨーロッパのすごいオーセンティックな感じの他のものがあるわけではないって感じですね。ここ修繕系の展示してるんですね。今回アメリカのミュージアム来て本当思うんですけど、ぜひ SNS で拡散してねみたいな感じになってるんですよね。やっぱ入場料取ってるところもそうなのにそれでいいのかなとか思っちゃいますけど、それが今のトレンドみたいです。なんかニミッツ提督とか、あとマッカーサーとか、そういう肖像もありますね。軍人の絵がパットン、パットン戦車隊のパットン大佐ですかね。これもマーシャル。やっぱ国のために重要な役目を負った人の絵とか飾る場所なんですね、ここは。スミソニアンの美術館の方面白かったですけど、まあ大体見てても1時間から1時間半、2時間もかからないかなといった感じです。もちろんじっくり見たらすごいかかると思うんですけど、パパッと見たら多分1時間ぐらいですね。でまだ閉館までに時間があったんで、次はこちらスミソニアンの、ナチュラルヒストリーの方に来てます。自然博物館ですね。どっちかというとこの自然科学的なものがいっぱいあって、化石とかそういうのもあるはずなんですけれども、そっちの方にちょっと行ってみます。ちなみに反対に見えるあれがスミソニアンの世界本部だそうです。なんかすごいオックスフォードとかなんかああいう歴史ある大学っぽい建物ですね。ナショナルミュージアム、映画のまんまですね。すごいな。いやすごいですね。化石の量が所狭しと置いてあって、こういうの国力の差なのかなとかちょっと考えちゃうんですね。これは一つ一つじっくり説明見てたら日が暮れちゃうぐらい化石だらけです。化石とかの後は人類史があるんですけど、このアフリカの織物めちゃくちゃ日本の生地に似てますね。下手したら分かんないんじゃないか、これ着物にしたら分かんないんじゃないかなちょっと思っちゃうぐらい似てたりしますね。なんかこういう風に結構面白い発見があってとても楽しいです。ていうかなんか資料の収蔵量が半端なくて、
ちょっとじっくり見てらんないぐらい量ありますね、これは。なんかこういうのが動き出す映画もあったと思うんですけど、海洋資源系もすごいいっぱいあります。これは飽きないですね。人口がどんどん増えていくプレゼンテーションしてますね。これ面白いプレゼンテーションですね。もうちょっとすると世界人口は80億人になるそうです。それにしてもやっぱアメリカってやっぱり東部がすごい光ってますね。僕はこのロスからテキサスを渡って、ここら辺サンアントニオとかなのかな、もっとこっちなのかな、ここからこうやって、アトランタを渡ってこうやってワシントン DC の方まで来た感じですけど、確かにここら辺は何もなかったですもんね。砂漠、サボテンとかあったし、すごかったですね。でヨーロッパもすごい光ってますけど、やっぱ日本はめちゃくちゃ光ってますね。僕の生まれ故郷横浜はここら辺ですけど、東京とほとんど同じですけど、いやー、すごいやっぱ人がいっぱいいるんでしょうね。面白いですね、こういうプレゼンテーション。すごいですね。エピデミックス・イン・ア・コネクテッド・ワールドってコロナのことやってますよ。こんな展示もうやってるっていうのがすごいですね。別にコロナに限らないのか。でも今、こういう大規模感染、インフルエンザの話とか書いてありますけど、これは前からあるんですかね。コロナだからこういう展示にしたのか。別にコロナだけではないんですね。でもコビットもあるね。SARS もあるし、すごいですね。なんか臨機応変ですね、こちらのミュージアムっていうのは。なんかすごいですね。People's Choice Winner 2014っていうので、日本のこれ猿ですね。温泉で多分奪った iPhone を見てるのが選ばれていますね。地獄谷って書いてあるから、これ長野の地獄谷温泉なんでしょうね、これ。いや、書いてあるね。地獄谷モンキーパーク山之内ジャパン。山之内、長野だと思うんですけどね。でもこんな展示もありました。いや、これもすごいプレゼンテーションですね。この蝶とかの、これ全部蝶か。蝶のさなぎをここに全部吊るしてるってか、ここにさらしてますね。あらかなのかな、ガンっぽいのもあって、もう羽化して飛んでるのも結構あるんですけど、いや、これはすごいプレゼンテーション、いいプレゼンテーションですね。いやー、素晴らしかったですね。美術館もいいですけど、やっぱりこの自然史博物館の方が僕は好きでした。いやー、もっと長くいたし見たかったんですけど、5時半で閉まっちゃうそうです。大変残念ですけど、これで終わりにして出ちゃいます。議事堂前の公園と議事堂です。で、ここにグラント将軍の像がありますね。ここら辺の周りにあるのは南北戦争の時のモチーフなんでしょう。いや、しかしすごい開放感です。場所が広いっていうのもあるんですけど、向こうも果てしなくてずっと続いてますけど、なんか住民の憩いの場だし、僕みたいな観光客もいっぱいいるし、なんかすごい豊かな空間ですね。日本の霞が関とか、永田町は、場所もないけれども、こんな風にはなれないのかなとかちょっと思っちゃったりしました。いや、天気が良くて気持ちいいです。なんか星条旗の旗もなんか気持ちよさそうにいい感じにたなびいてますね。2階のあそこが国会議事堂なんですけど、ここに The Japanese American Memorial to Patriotism During World War II ということで、
第二次世界大戦の時に死んだ日系アメリカ人のなんかメモリアルパークみたいなものがありました。日系アメリカ人だけれども戦争に従軍した人だけの話じゃなくて、強制隔離された人たちの話ですね。強制隔離された場所なんでしょう。なんかロスで行った日系人アメリカ日系人博物館でしたっけ。あそこにもこういう数値が並んでましたけど、なるほど。これは日本の砂の庭をイメージしてるんですかね。まあ確かに夜にライトアップするとちょっとそういう風に見えるかもしれませんね。でもこっちの人間たちの名前は第二次世界大戦で死んだ人たちの名前なんだ。安尾川野、その上はチャールズ・アラム・ジュニア、日本人なのかな。ウィリアム・ケイ・中村。なるほど。このダニエル K 井上って人は有名ですよね。そっかそっか、国会議員だから有名なのか。国会議員の上に大戦時に従軍してたんですね。だからそんな有名なんですね。なるほど。すごいこじんまりとしたスペースではありますけれども、過ちは二度と繰り返しませんみたいな、なんかそんな感じのメモリアルパークになってますね。今キャピトルヒルの前の公園なんですけど、すごいフードトラックが並んでます。なんかこのフードトラックが割と、なんか有名らしいです。確かになんかレストランが続いたんで、僕もちょっとこういうところでなんか食べてみたいなと思います。いやー、しかしすごいいい眺めですね。綺麗だな、本当に。ちょっと明日はここら辺もゆっくり散歩してみたいと思います。このディストリクトファラフェルっていう、多分シリアとかだと思うんですけど、ファラフェルって中東で有名なひよこ豆の料理出すところ、ここでちょっと頼んでみました。ラム肉をラップで巻いたものだそうです。ヨーグルトソースがかかっててすごい美味しそうですね。ではこのちょっとシリアのラップを食べてみたいと思います。ラムの匂いが香ばしいですね。すごい野菜たっぷりですね。いただきます。ちょっとスパイシー。だけどヨーグルトソースが美味しいですね。やっぱこういうヨーグルトソースってトルコ料理とかこういう中東のシリアとかこ
こういうところの料理食わないとなかなか味わわないですよね。美味しいラムとヨーグルトソースが久しぶりに食べましたね。コロナで仕事の会食なくなってからなかなかこういう中東系の料理とか食う機会がなくなってたんで美味しいです。日本の場合なんか街のそのケバブ屋さんとかもラムとかじゃなくてチキンとかの方が多いですよね。ラム肉はすごい新鮮ですね。匂いもすごい綺麗に抜けてて美味しいですね。本当に美味しいな。なんかこれ12ドルなんですけどレベルが高いですね。やっぱり世界中から人が集まってくる街だから自然とレベルが高くなるかもしれないですね。いや最高に気持ちがいいです。もう今5時半ぐらいなんですけど、もし博物館とかは閉まっちゃうんで、とりあえず今日はこれで一旦終わりにしてホテル帰って少しゆっくりしようかなと思います。これで14日目が終了って感じですね。実はまだ半分にも達してないんですけれども、アムトラックの長旅で腰が痛い、背筋がめちゃくちゃ痛いです。ちょっと気をつけなきゃいけないですね、これは。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。失礼します。